それでは、ステファンさんのご紹介です。ステファン・ニルソンさん、ユニソットの CEO を務めていらっしゃいまして、またビットコインアソシエーションのスカンジナビア半島のアンバサダーもされております。で、ユニソットはブロックチェーンを使ってトレーサビリティをしっかりしようというサービスを提供する会社です。また、ステファンさんは、ノルウェーのビットコインとブロックチェーンアソシエーションの、創設者兼会長でもあると同時に、北欧のブロックチェーンスタートアップアクセレーターであるビットアクセルの共同創設者でもあります。また経歴といたしましては、2012年から暗号通貨ブロックチェーンの分野に携わっておられ、2014年からは SAP とブロックチェーンの統合を開始されましたと。以上がステファンさんの経歴となります。それでは、ステファンさんの方に、セミナーの方を行っていただきます。よろしくお願いいたします。All right, great. So first of all, I want to wish you a happy Bitcoin Pizza Day, today, 22nd of May. 一番最初にですね、今日はビットコインのピザデーなんで、ビットコインが一番最初に使われた日ですね。So my name is Stephan Nilsson. I'm the CEO and founder of Unisot. 私の名前は、ステファン・ネルソンです。ユニソットの CEO をやっています。So I'm CEO for Unisot Seafood Chain and Abendum. ユニソットの他には、シーフードチェーンと、それからバンドンという3つの会社の CEO をやっています。I'm from Sweden, but I live in Belgium since 2014. もともとはスウェーデン出身なんですけど、今はノルウェーの方に住んでおります。I live here with my wife and two daughters, grown-up daughters. 今はですね、奥さんとそれと2人の娘がいます。My background, I have been working 20 years as an SAP integration architect. 私のバックグラウンドですけれども、20年間ですね、SAP という ERP システムのコンサルタントとして20年間働いてきました。The company Unisot is based on my experience from this time. ユニソットは、この私のその20年間やってきた経験をもとに作られています。So Unisot is an enterprise supply chain management platform. ユニソットは企業向けのサプライチェーンのマネジメントのプラットフォームになっています。And we are providing truth, trust and transparency. うちの会社はですね、その信頼と、それから真実ですね、それから透明性を提供する会社です。By having one universal source of truth. ユニソットっていうのはユニバーサルソースオブトゥルスですけれども、世界で共通の一つの真実を提供することによって、この3つの価値を提供したいというふうに思っています。And that is then the Bitcoin SV blockchain technology. 技術基盤としてはビットコイン SV のブロックチェーンを使っております。So I will talk about the technology, our smart digital twins. まず最初にテクノロジーについて説明したいと思いますけれども、スマートデジタルトゥインという技術について話をさせていただきたいと思います。This is the base of our whole system. これが私たちのこのトゥインが私たちの技術のすべての基盤になっております。So an example of a supply chain is from seed to plate. 例えばですね、種からそれから種が育って最終的にお皿に乗るところまでですね、追跡することができるんですけれども。So for example, we can have a seed. When the seed producer can now store information about this seed very securely in the blockchain. 例えばこれは食べ物の流通としてですね、まずこの種を作る会社ですけれども、種の会社がまず情報をこのデジタルトゥインに入れることができます。So we are creating a digital representation in the blockchain of the physical object. これは、デジタルの、名札というかですね、物理的なものに名札をデジタル的につけるというようなことですね。
We call it smart digital twin, but it is actually same thing as a smart contract. 私たちはこれをスマートデジタルトゥインと呼んでますけれども、これは俗に言うスマートコントラクトと、基本的に同じものです。Or what they also call today an NFT, non-fungible token. 他の言い方をすれば、NFT ですね、Non-Fungible Token と、基本的に同じものだというふうに考えてください。So very simple, we make a token, a physical object, in this case, a seed. ですから、そのデジタルのトークンが、物理的な物体、そのものと、一致するということですね。And we can follow this smart digital twin through the whole supply chain. So I can show here for farmer, can now add information about fertilizer and water. ですから、この、トークンを使って、この流通網をフォローしていくことができるということですね。例えば、種の会社の次はですね、農家がまたそこで、例えばどんな肥料を使いましたとか、そういうような、農薬を使いました的な情報を、このトゥインに入れることができるんですね。And we can continue for harvest. They can store information about the harvest, how much, where it is, how much CO2 is coming out. 例えば、その農作物が刈り取り時期になったときに、その農家が今度、どのくらいその二酸化炭素で削減しましたみたいな情報をも入れることができるんですね。And we can continue through the process, how a product is processed and handled in the factory. その後、例えばその取れた作物を工場に持っていきます。そこでプロセスするというときには、またそこの、ところで、またそこに、トゥインに情報を入れることができるということですね。And we can continue out following the logistics. So we can follow location and temperature or weight in a truck. で、例えばその後ですね、流通網に乗ってですね、どのような、温度で輸送されたかとか、どこに、その商品がありますよっていうような情報も載せることができます。And even out to the retailer and the shop, supermarket. そして最終的には、スーパーマーケットみたいなところの、リテールにですね、乗るというところまで、追跡することができるわけです。And then, of course, also following the recycling of the packages and waste. しかもその後ですね、例えばそのパッケージをリサイクルしましたとかっていうことがあっても、そこまで追跡することができます。This, by registering each step of the blockchain, of the supply chain, we can create what we call a digital thread. このようにですね、その、サプライチェーンを、川上からずっと川下まで全部フォローすることができるということを、デジタルスレッドと呼んでおります。So all information from the producer and the logistics can be used by the actors later in the supply chain. どういうことかというと、例えば輸送会社が、例えば種の会社とかファーミングとかその前の段階の情報にアクセスすることができるということなんですね。And we can give access, customers or clients, consumers. We can give the consumer in a shop access to all of this information by scanning a QR code on the package. 消費者もですね、パッケージの QR コードをスキャンするだけで、こういう流通網のすべての、情報を、調べることができる、簡単に調べることができるわけです。And we can also do like Airbnb and Uber, that a consumer can now give a feedback to the producers by rating like 1 to 5 when they have eaten the product. それとですね、例えば Uber とか Airbnb のようにですね、消費者がそのサービスを使った後に、商品に評価をすることができる、星をつけることができるということですね。And this creates our upstream feedback digital thread. このことによって今度は最終の消費者の評価とかそういう情報も今度逆にサプライチェーンの
を遡って、彼らが知ることができるということですね。And all this information that we now have collected from all the step in the supply chain, we can now see in the system and trace in the system, and we get product traceability in a tree like this here. このようにですね、たくさんの、情報を、トレースしていくことによってですね、このような今この、図が出てますけれども、このような形の、たくさんの情報を複雑に絡み合った情報を見ることができるんですね。This is an example of a beer in a can. So down in the bottom here, you can see a beer can with a QR code. この図はですね、ビールを表しているんですけど、この一番下のところを見てもらうと、ビールの缶が見えますけれども。And here we can follow all the ingredients of that beer. You have the can, you have the CO2, the carbonate or the bubbles. この図を見ていただくと分かると思うんですけども、すべての情報をこうやって遡って見ていくことができるわけですね。例えばビールの缶ですけれども、その後は CO2 とかですね、がどこで入れられたかみたいなことを一つずつ遡って見ていくことができるということですね。And also all the ingredients, so water and all the ingredients in the beer and the ingredients of the ingredients all the way up to the basic chemicals, more or less. でもちろんその、缶とかだけじゃなくて、その、ビールの材料もですね、一つずつ、遡っていくことができる。そしてその一つの材料ではなくて、その材料の材料みたいなものも、調べることができるようになります。And this gives us the functionality to be able to trace back as well. So, for example, if we have a problem in one ingredient, これによってですね、その製品に何かの問題があったときに、それを遡って一番最初の原料、例えばこの一番今赤印になっているところの原料に何らかの問題があったときに、その下につながっているところを全部見ることが、どこにつながっているかというのを見ることができるということですね。So if we have a problem in a ingredients, we can now trace that through the whole tree here, all the way exactly to where it has been sold, in what shop it is. So very specific recall functionality, product recall functionality. この機能によってですね、そのどこの特定の、こうやってその今図に出ているようにですね、一つずつ戻っていってですね、この原料はどこの製品に使われたか、どこにあるかということを全部調べることができるので、作った製品すべてリコールするんじゃなくて、問題があった材料が使われた部分だけリコールするというような、非常に的を絞ったようなリコールをすることができるわけですね。So the tools that we have now available in our system is a collaboration cockpit. 今、このユニソットで使えるツールとしては、コラボレーション、コックピットっていう、ツールがあります。Which is then used on the office by the management to get full 360 visibility of their supply chain. これを使うとですね、そのマネジメントの人たちがですね、その製品を360度全部、見る何が使われているかということが全部わかるようになっております。Where they can see the key performance indicators, KPIs. 例えば、キーパフォーマンスインディケーターっていうようなですね、KPI と呼ばれるような、数値を見ることができたり、And they can also manage the transfer of the information in the system. So they can manage the ownership and the transfer of the smart digital twins. So I can transfer my smart digital twin to my customer. デジタルトゥインがですね、その今どこにあるか、誰が、所有しているかという、どのように渡っていったかとかですね、そういうことをちゃんと、これで調べることができるということですね。We are trying to integrate
Unisot with ERP systems and production system as much as possible. ユニソットを使って、ERP システムなどと、できるだけ提携して一緒に使えるようにしていきたいというふうに思っております。And also integrating to IoT devices like temperature sensors. それと、自動化をするためにですね、IoT の小さいセンサーみたいなものと、例えば温度計みたいなセンサーと自動的にそういう情報が送れるような、インタグレーションを、できるだけやっていきたいというふうに思っています。But we also have a mobile application, consumer or collaboration app. 同時にですね、コラボレーションアップというものがあります。これはスマートフォンで使えるアプリケーションです。And that can be used by people in the factories or out in the sea to get information, but also to enter information. このツールを使うとですね、例えば工場にいる人だったり、例えばシーフードの場合は海にいるような人たちが情報を得るということもできるし、そこからこれを使って情報を記入するということもできるわけです。So we have both automatic integrations, but also we can now do it manually with this mobile application. ですから私たちのシステムはその自動的にセンサーを使ったような情報を入れていくということもできますし、このようなスマートフォンのアップを使って手動でその情報を入れていくということもできるんです。And then we have our digital product passport. もう一つのものはですね、デジタルプロダクトパスポートというアップです。And that is, for example, for a consumer who scans the QR code on a product, they now get this information from the digital product passport. こちらはコンスーマー消費者向けのアプリになっています。消費者の人が情報を得るということですね。And here they can see all the information that we collected with the smart digital twin from the start of the supply chain to the end. It comes up on this passport. 先ほど見せたようなですね、材料がどんな風になっているか、どこから来たかみたいなことをこの商品についている QR コードをスキャンすることによって消費者がそういう細かい情報を全部見ることができるということですね。But also we can give information like video films and photos. 同時にビデオや写真なども見せることができます。With pictures from the production or from the sea where they have grown fish. 例えばどのように作られてきたとかですね、魚が取れた海の様子とかですね、そういうのも載せることができます。Because we have seen that consumers are very interested to know more information about the product and how it has been produced. 私たちはその消費者がですね、その製品がどのように作られているかというようなですね、情報を非常に知りたがっているということを、よく理解しているんです。So Unisot, the whole Unisot system contains a number of modules. ユニソットのシステムは全部モジュール型になっております。And we have looked now on the product provenance module for traceability. So what we have seen so far now, what I have been explaining, is mostly this product provenance module. That's the base of the system. 今までですね、説明してきた、製品ですけれども、それはこの6つのですね、モジュールで、表されているというふうに考えてほしいです。And here you see the digital product passport, like we just talked about. There was a separate module. 今、話しましたですね、デジタルプロダクトパスポートみたいなのは、この一つのモジュールになっているということですね。And then because we are collecting a lot of information from the whole supply chain, we also have a business data analytics system module for analyzing all this data. そのプロダクトプロビデンスっていうのが今まで話してきたところで、そのデジタルプロダクトパスポートっていうのは先ほど言った消費者向けで、その他にビジネスの解析をするようなソフトもモジュールもあるということです。And then we have an IoT integration engine to integrate with all kind of IoT devices. 4つ目はですね、IoT のインタグレーション、IoT と一緒につなげる方法、つなげるエンジンというんですかね、仕組み
そういうモジュールです。So we are partnering with company who are experts in IoT devices. その IoT のセンサーの、専門の会社と我々はそこと一緒に提携して、そのエンジンを作っているところです。We also have Unisot ID module. 5つ目はUnisot ID です。So that is a module where the user get their self-sovereign ID, SSI. Unisot ID っていうのは、消費者が自分のその ID を持つことができるということですね。So that enables everyone to have control of their own identity and the identity data. で、そしてこれはただのアイデンティフィケーションじゃなくて、その消費者が自分でコントロール、自分のプライバシーをコントロールできるような ID になっています。Then we have another module that is called Secure Document Collaboration. 最後の6つ目ですけれども、Secure Document Collaboration。これは書類を安全に共有するようなシステムです。So it is used for, it's a document management system. 書類の管理システムです。So you can securely upload documents and secure it in the blockchain. これはですね、書類をブロックチェーンにアップロードして、それで安全に保管するというシステムです。And then you can securely share them with someone else. それと、アップロードしたものを安全に他の人と共有することができるというシステムになっています。And you can also digitally sign the document, so the receiver know it comes from the sender. 同時にその署名をデジタル的に証明をすることもできるので、誰がその書類を作ったか、上げたか、送ってきたかということが確実に分かるようになっています。So an example of how the QR code and the digital product passport can work. QR コードとデジタルパスポートがどのように使われるか、どのように使うことができるかということを少し説明したいと思います。So every single package has a unique QR code. 一つずつの製品一つずつですね。一個ずつがユニークなその特定ができる QR コード。一つずつ違う QR コードがその製品を特定できる QR コードがついているということです。And that enable us to give the exact content of that exact package that the consumer is scanning. そのことによって、その製品がどの、材料をどのように使われているかっていうのは、確実に特定できるということですね。So if you are allergic to milk or to gluten, or if you are a vegetarian, you can now be sure that the package you scan is not containing that. 例えば、あなたがベジタリアンでとかですね、例えばミルクが飲めない人とか、そういう人がですね、それが例えばそういうね、肉類が入っているかとか、乳製品が入っているかとか、そういうものを全部チェックして、そこの製品にそういうものが入っていますよということを確実に知ることができるわけです。And the producer can also now prove the quality and prove the sustainability of the package. 生産者としてはそういう QR コードをつけることによって製品の品質を保証することができるということですね。それから環境とかでですね、優しくやってますよ、持続可能性がありますよということも説明することができます。And I can talk shortly about seafood chain. シーフードチェーンについて少し話をさせていただきたいと思います。So seafood chain is built on top of the UNISOT platform. シーフードチェーンはユニソットの技術の基盤の上に作られています。But it isn't specialized only for the seafood industry globally, seafood industry. そしてそのシーフード、魚介類の流通に特化したシステムになっています。And we are following industry standard. 業界のですね、その水産業の業界の基準になるような基準に沿ってやっております。
So there are different standards like GS1, Global Standard 1, and ISO. GS1 とかですね、Yes. ISO や ISO などのその国際的なスタンダードがありますけれども、それにのっとった仕組みになっています。And they have specific standards for the seafood industry. 水産業の特定なスタンダードがあるものですから、それに対応する形の製品になっています。All right, and then so you see it's the same picture I had before with the seed, but we do the same thing with the fish. So we are tracing everything from a fish egg through harvest to process all the way to consumer. 先ほど見せたですね、食品と同じような図ですけれども、今回はこれはシーフードで、魚の卵から、最終的に、消費者の方に行って、リサイクルというところまで、追うことができるということですね。So last summer, we implemented our pilot implementation. 昨年ですけれども、このシーフードチェーンを使った、実証実験を、行いました。It was here in Norway for the Norwegian seafood industry. ノルウェーのですね、水産業が、その実証実験の、場所でした。And here we traced everything from the fish egg all the way to a sushi restaurant. その実証実験では、魚の卵のところから、最終的にお寿司屋さんのネタになるところまでを全部その追跡できるような、ことをやりました。So sushi, as you know, is raw fish. So the temperature of the transport and also the time, how old the fish was very important. 皆様ご存知だと思いますけれども、寿司っていうのは生ですから、その鮮度が非常に大切になってくるわけですね。ですから、その温度管理がしっかりされているかみたいなことがですね、鮮度がしっかりしているかっていうことを全部追跡にできるようになるっていうのは非常に大切なわけですね。Okay. Then I want to talk a little bit about addendum. 最後にですけれども、アベンドについて少し話をさせてください。So addendum is a triple entry accounting and auditing system. アベンドンは3式簿記ですね。複式簿記が2つですけれども、これ3つある3式簿記という方式を使った会計。